皆さんこんにちは。今日もクラウド3始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちはーす。今日元気っす。今日元気でやらせてもらいます。おい、ちょっと1本目の収録ミスったからってさ、めちゃくちゃテンション変えてくるやん。言うな。さっきのテンションとめっちゃ違うんだけど、さっきお願いしますなんて。やっぱり人間元気が一番ってことでね。いや、素晴らしいね。しっかりとね、話をしていきたいと思うんですけども。いや、素晴らしい、そのテンションの変え方は。じゃあ今日というか今回は、前回優勝の話したっていうのもあるし、やっぱり次の移籍だよね。移籍？移籍するか否かはもちろんはっきり言ってほしいし、うん。今リアルタイムどういう現状なのかなるほどね。っていうところと、うん。やっと南部が日本に来たっていうところもあるもんね。いやー、やっと帰国したよ、マジで。そうだよね。この二つ、ちょっと聞ければいいかなと思ってて。ああ、いいね、いいね。南部、東京いつ帰ってきたの？俺は4月の22。そっか、じゃあ結構もう長いこといるんだ。だから今1週間ぐらい経ったかな。おー、今、最初とこっち来て何食べた？寿司。寿司食った？もう俺はもう絶対帰ってきたら一番最初におじいちゃんたちと寿司行くっていうのがもう決まってるから。ああ、そうなんだ。じゃあ行く場所もあるんだ、ちゃんとおじいちゃん。駒寿司、知ってる？駒寿司。わかる？なんだっけ。三能坂の上のところ。あ、そう。くぬぎだらへんの。なるほど、はい。もう決まった、そこって決まってるんだ。もう毎回帰ってきたらおじいちゃん電話して、駒寿司行こうっつってもう帰ってきたその日に駒寿司。毎回。なるほどね。それが南部の日本に帰ってきた時の、そう。ルーティーンというか。やっぱね、食えないからね、日本のクオリティの寿司は外では。美味しくない。まあ、そうだね。日本と比べちゃうと味の質落ちるね。なるほどね。やっぱほんと日本の寿司はほんと美味しい。マジで。南部が寿司好きだっていうことを、そこまで知らなかったかもな。昔あんま好きじゃなかったけど、やっぱね、外出てね、より好きになった、マジで。てかさ、南部ってさ、生もの別に好きじゃなくなかった？全然好きじゃなかったよ、昔は。だよね。なんか、生ものあんまり好きじゃないイメージあったんだよな。全然好きじゃなかったけど、なんか、大学生ぐらいの時から好きになった。大人になったんだ。そうだね。で、それでじゃあ、この、初日帰ってきて、高校1週間あたりはどういう感じだった？もうね、ほぼ全部身体、体の検査、人間ドックとか、歯医者とか、あとは、肺の検査とかも、そういうなんか身体検査。もうそれにほぼ1週間使ったね。あ、そうなんだ。それは、やっぱ海外のそういうメディカルチェックっていうよりかは日本でケアした方がいいってこと？まあ、海外でも契約したらメディカルチェックするんだけど、今シーズンか。俺インドネシアに行ってからめちゃくちゃ体壊したの。そう。で、だから体壊したっていうか怪我とかもあったし、なんか肺らへんが痛くなっちゃったりとかして、そうでそんなことあったんだ。あった日本に帰ってきた時に、1週間くらいのオフがあったから日本帰ってきたんだけど、その時に日本の医者に多分肺がもう破裂しかけてる可能性があるから、で、これで肺が破裂しちゃったらすぐ手術して、3ヶ月ぐらいはできなくなるから、ちゃんと、リハビリした方がいいみたいな、言われたことがあって、で、その1週間、日本でもうフルでケアして、治療して、で、インドネシア戻って、やっと少しずつ体が戻ってきたの。だから去年とか今シーズンのインドネシアの前期リーグは半分以上は、もう3分の2はもう動ける状態じゃなかったの。コンディション悪かったんだ。もう悪いというか、もう歩けない、一時期はもう歩けない、立てない、寝れない、息できない、みたいな。普通の生活ができない状態だったの。そう。で、そんな状態で、1週間もうフルに練習休んで、前日だけなんとかウォーミングアップだけやって、で、当日痛み止め朝昼晩飲んで、試合やって、ハーフタイムも痛み止め飲んで試合するみたいな。やば。そう、でも本当それで相手がちょっとでも胸に触れようがもう激痛で動けなくなるみたいな感じだったの、一時期ね。そんなんだったんだ。そう。だったから、帰ってきて、このタイミングで全部一回検査したってこと。で、どうだったの？大丈夫だった？そうだね。まあ、肺炎だったっぽくて、その時。肺炎だったの？
多分ね。で、肺炎が今治ってきてるけど、多分その、約、だから、半年、7ヶ月ぐらい前にあった肺炎の、ちょっと傷というか、影が残ってるから、フルで治るまでにはもう少しかかるかもねっていう、診断結果だった。へえ、でもそれってなんか定期的に向こうでも行きたいね、本当は。そう。だから、今後はもう、まあ日本に帰ってきた時はマストで絶対やろうと思うし、どっか他の国行った時も、しっかりそのメディカルチェックは定期的にやっていかなきゃなと思った。なるほどね。まあ、だからそういうのも含めて、その前回のラジオで言ったけど、まあ優勝したことは良かったけど、そのプロセスというか、その過程ではいろんなことがあったから、我慢というか、よく自分自身に耐えたなって一言を言ってあげた一年だったっていう話をしたと思うんだけど。まあそうだね、言ってたね。じゃあそういう裏話もあったんだ。あれはでもほんときつかった、今思えば。マジできつかった。あ、そう。あんま、その時はやっぱきついとか言ってもしょうがないからあれだけど、今振り返ってみるとね、よくやったなってめっちゃ思う。てかまあよくやったというか、もうそもそも多分本来であればやっちゃいけない状態だと思うよ。サッカーなんかしちゃいけないし、本当にまあ大げさかもしれないけど命に関わると言っても過言じゃないかもしれないから、やるっていう選択肢がもしかしたら間違えた選択肢だったかもしれないけど、まあ結果的にはね、大事に至らなくて済んだし。本当だね。まあただよく耐えた、マジで。日本帰ってきて家族に会って、第一声は何だったの？でもね、多分俺の母親がラジオ聞いてたからね、車乗った瞬間で、健三優勝おめでとうって言ってきたよ。これは多分ラジオ聞いてるなぁと思って。ラジオ、違うよ。だってラジオ、そっか。だって前ラジオで優勝したよって連絡を送ったんでしょ？優勝したよって送ってないから、お母さんからなんか来たって水木が言ってたじゃん。で、俺が来てないよって。パレードみたいなやつは送ったって言わなかった？パレード送ったけど、それに対してはパレードの人がすごいねっていう返信しか来なかったから。それは何？ダブルは、それは聞かなかったの？ラジオ聞いてるでしょって言わなかったの？普通にありがとうしか言ってない。面白いな。俺今まで聞いた歌手とか、ミュージシャンの誰よりも、感動した歌声は、水木が、目白台の公園の、なんかこう、この、遊具の上で、俺らに向かって歌ってくれたジュピター。あれは本当多分、この先にもないほどの感動をした。あの時の南部マジで、腹抱えてキャッキャ笑ってたもんね。覚えてる？覚えてる。やっぱね、いじめられた側は覚えてるって。ジュピター歌ってくれたやん。目白台の、上のね、上の方の公園ね。上の方の公園。いやー。わかる。最高でした。南部の笑い方ってすっごいある意味気持ちいいんだよな。ヒャッ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 って笑ってさ。あれ最初で最後で俺あんな笑ったの。いやもう南部に笑ってもらいたいがためにジュピター歌ってたから。俺多分30年で一番笑ったもん。よかったよ。よかったし、よかったよ。なんかすごい。だから、水木あれ歌ってる方もやっぱいい気持ちになるし、俺がやっぱ笑顔になってくると嬉しいでしょ。俺、心で泣いてたの分かんないんだ。全然。だって、心から喜んでたもん。喜んでた俺が嬉し泣きしてんだろうなっていうのは感じたから。すげえな。なるほどね。そう捉えるか。俺ね、悲し泣きだったら、ちょっと申し訳ないなと思うけど、やっぱ嬉し泣きされちゃったら、ね、こっちもなんか、より盛り上げてあげたい気持ちになるからさ。10歳前後の南部健三少年は、申し訳ないな、なんて気持ち一つも持ってなかった。いやでも当時12歳だから10歳超えてたもん。あの時の辞書に、申し訳ないって気持ちはお前はなかった、絶対に。なかったかもしれない、それは。じゃあ、聞くわ。移籍するの？これガチで、50-50。また。これね、いやなんか俺もズバッと言いたいんだけど、マジで今はわかんない。本当に。で、移籍って本当面白いんだけど、運とかタイミングがめっちゃ関係するわけ。そう、だから 90% このクラブに残りたいなとか思ってても、例えば直前で変わったりするわけ。だからあんまりね、このね、本当に契約書にサインするまでのその何%っていう確率は、あんま当てになんないんだよね。ただ、それをじゃあ、大前提として話すと、俺は今のチームに残りたいと思ってるよ。そうなんだ。そう。ただ、やっぱり。俺ちょっと意外。そう、前も言ったけど、やっぱ住まいだったりとか、
契約内容、契約条件だったりとかがあるから、うん、まだわかんない。ただ、気持ちはやっぱこのチームは好きだから。俺なんか、うん、腹の底では、うん、いや、その表向きにももちろん野心があるのはわかるんだけど、うん、腹の底ではまだまだなんか、もう全然これは足がかりでもっと移籍を確実にもう腹くくって決めてんだろうなって思ってた。ああ、なるほどね。うん。じゃあ、俺がなんでここに残りたい気持ちがあるかっていう理由を多分説明すれば理解すると思うんだけど、まず、俺ら優勝したじゃん、今年。うん。だから来年、アジア大会っていうのに出れる可能性があるわけ。この前言ったけど、アジアチャンピオンズリーグで。で、そうすると、インドネシア国内じゃなくて、東南アジア、もしくはアジア国内に自分を売れる可能性があるわけ。可能性が広がるわけ。なるほど、なるほど。意味わかる？アジアの大会に出るからね。そう。注目度も全然違うし、見られる層も全然違うし、相手のレベルも上がるから、自分の活躍次第では、インドネシアっていうその狭い国1個だけじゃなくて、アジアに視野を広げられるわけ。で、これって俺にとってめっちゃチャンスで、なんでかっていうと、俺カタールでプレイしたいってずっと言ってたじゃん。で、32までにカタールでプレイしたいんだけど、やっぱそこを逆算した時に、このアジア大会で自分がいいパフォーマンスを出せた時と、インドネシア国内の他のチームに移籍して、インドネシア国内だけでサッカーをやってるのと、いや、どっちが可能性を広げられるかって考えたら、やっぱり前者のここに残って、アジア大会で自分の良いパフォーマンスを出すっていう方が、高いと思うの。じゃあ、もし仮にカタールの移籍が、オファーが来たらもう、ゴーだ。今来たら、今現在もう行くと思う。行くと思う、もう。もし仮に、じゃあちょっと考え方を変えて、今優勝しました、今年。で、来年、アジアの出場権をかけたリーグ、トーナメントで出れません。もう一回同じように国内でリーグ戦がありますってなったら、多分俺移籍すると思う。もう一回優勝したチームで、もう一回2連覇っていう目標も掲げることできるけど、それだったら俺多分他のチームに行って、そこで優勝したいと思うかもしれないけど。優勝したいってね。そう。今ちょっと状況が違うから、先のこととか自分の目標を考えると、そっちの方がいいんじゃないかなって思う。なんか南部ってさ、チーム愛がない人なんだろうなって思ったのね。なるほどね。そう。だから、優勝は優勝だし、みたいな。で、今年は今年こういうメンバーがいたからだし。なんかそういう、まあいい意味でも悪い意味でもすげえこう感覚の人なんだろうなと思ってて。で、それで残りたいって言うから、これちょっと面白いなって思って。でも、多分、俺の経歴から見るとそういう風に思われがちだと思う。そうだよね。10個も移籍してたらね。ただ実際はそんなことなくて、結構一つ一つのクラブに思い入れある。どこもある。ただ、さっきも言ったけど、自分が成長するためとか、自分の目標により近づけるために選ばなきゃいけなかった選択だったりとかしたから、そこはまあしょうがないよね。なるほどね。じゃあ俺がはっきり聞きたいところで行くと、移籍は50-50、残りたいって気持ちもある。でもカタールっていう存在が結構自分の中でも目標にあるから、そう。で、その中で、じゃあ今は、オファーはあるんだけども、ここだっていうオファーはない。というか、今は、最初のオファーはボールを投げられた立場。こういう条件でオファーしようと思ってます。どうですかって投げられたの。でも俺は、今、ボールを投げた状態で待ってて、その辺、投げられたボールに対して、俺はこういう条件がいいです。もう少しこういう風に改善してほしいです。なぜならばこういう理由があるからです。どうですかって今、あっちに返答を待ってる状態なの。なるほど。そう。だから今、俺はどうこう動くっていうのも、あっちがどういう風に考えて、どういう答えを出してくるかを、今、待ちな状態。なるほどね。そう。じゃあ、まだそこの可能性もある。可能性もあるし、もしかしたらそこがなくなっちゃうかもしれないし、もしかしたら、ポンって他のチームが出てくるかもしれないし、他の国が出てくるかもしれないし、そう、実際に昨日もさ、インドのクラブからの連絡が来て、インドそう。で、俺はインドに行く気はないから、そもそも、行く気なかったんだけど、そのインドのサッカー事業とか、どういう風に成り立ってるのかっていうのを知りたかったから、一応興味あるって話はして、バーっていろんな話をしてたの。契約条件と、契約した後のマネージメントがどうなってるとか、バーって話して、で、あっちはいくらぐらい出せる。で、契約年数はこのぐらい。で、サッカーの給料以外にこういう、サポートがありますっていうところとか、全部含めて話して、で、あっちが提示した金額の、俺が4倍ぐらいの給料を
お願いしたの。で、あっちは無理です。さすがだね。あっちは無理ですってなって、そうそう。で、俺もじゃあそれだったらしょうがないですって言って昨日終わったの。そうそう。でもこれは別に自分が行きたいからとか、相手をもてあそんだわけじゃなくて、どういう風にインドのサッカーが成り立ってるのかと、どのぐらい現実的な話なのかっていうのを自分が探ってみたかったからやり取りしたの。だからそういう風に、いきなりポンって話が出てくることもある。なるほど。面白い。めっちゃ面白いし、交渉もなんぼかするんだね。そう。まあ俺、インドネシアと日本にそれぞれ代理人がいるんだけど、基本的に、やっぱり交渉は自分でしたいなっていう風に思ってるから、ある程度は。そうそう。だから自分のところに来た話は、まず自分で話して、それが本当に契約につながりそうだったら、代理人にこういう話が来てますっていうのを伝えて、で、詰めていく感じ。なるほどね。そうそう。結構代理人、自分で契約交渉する際に大事にしていることが4つあって、そうで、1つは、自分が欲しい金額をまずしっかり伝える。そう。で、もう一つが、落ちどころをちゃんと持っとく。落ちどころっていうか、ここまでだったら最低ラインを持っとく。あと、三つ目が、しっかり自分の結果を数字として見せた上で話す。そう、あとは4つは、その結果を含めて、未来への可能性を、伝える。自分の将来像。そう、これを全部例えて言うと、じゃあ、例えば日本円で、じゃあ、キリがいいから100万円欲しいとするじゃん。そしたらもう、あっちが提示してきたからじゃあ70万円だとして、本当は100万円欲しいんだけど、いや、もう少し上げてくださいよとか、いや、もうちょっと欲しいですとか、そういうなんか意味わかんない、俺のもうちょっとと相手のもうちょっとのちょっとが違う可能性があるから、もしも100万円が欲しいんだったら、100万円欲しいですってちゃんと言う。まず一つ。ちゃんと自分が欲しい額を言う。これがまず一つ。で、二つ目は、あっちが70万円出してきて、こっちが100万円って言ってるとしたら、だいたいその85万円とか90万円って言ってくる可能性が大きいのね。で、そこで交渉を重ねて100万円もしくは100万円以上に行けばもう花丸だけど、無理だった時に自分はもう90万円で落ち度をつけるっていう風に決めてて100万円の交渉をしてるってこと。意味わかる？なるほど。わかる。自分の腹の積もりの中ではちゃんとゴールを決めてて。そう。なるほど。そう、ただ100万円とは言いつつも、あっちのこともあるから、もう最悪90万円だったら OK にしようみたいな。ただ、最初から90万円って言うんじゃなくて、なるべく高い金額を条件にするために100万円って最初から言っとくみたいな。そうするように仕向ける的なことではなくて、事前にはっきり伝えとくみたいな。数字は絶対伝える。いくら欲しいって。今はね。で、3つ目は、結果をしっかり伝えること。どういう結果にするかを伝えるってこと？いや、違う。今年で言ったら、今シーズン俺はミッドフィルダーとして31試合出ました。でも出場時間トータル合わせれば20試合分です。で、9ゴール2アシストしました。パーセンテージ言ったら約2試合に1点のペースで点取ってます。で、自分が点取った試合は一度も負けてません。5勝 3分けです。で、チームは優勝しました。23年ぶりです。で、これが今シーズンの結果なので、70万円じゃなくて100万円くださいっていう。そうだね。当たり前だけど。だから、例えば、俺は練習前に2時間前に来て努力したから、努力を認めてくださいとか、練習誰よりも一生懸命やってましたとか、紅白戦で毎試合点取ってましたとか、そういうことはもう言っても話通じないから、結果だけをまずそのまま伝える。で、あとは来年のインセンティブとして、今年こういう結果残したから、来年、例えばじゃあ2連覇しました。そしたら、じゃあそのボーナスをじゃあ300万円くださいとか。ボーナスの交渉もできる。例えばじゃあ1試合点取ったから、じゃあ例えば今シーズンは1試合点取ってゴール級なかったのを、例えば来年10万くださいとか、今シーズン10万だったところをじゃあ20万円くださいとか、なんかそういう未来への投資に対しては交渉する。4つかなは絶対意識してやる。そうだね。そういう交渉することが多くなった俺は。でもそっちの方が面白そうだね。いや、面白いと思う。それで実際金額も変わるし、条件も良くなるから。未払いもあるし。そう。で、未払いした時の交渉もある。今回のチームとかも、未払いがあることを予想して、未払いが起きた場合にはこういう風にしてほしいっていうのを事前に伝えてたから、で、契約書にも書いてもらってたから。すごいね。契約書、そっか、そこも自分で決めんだ。そう、だから全部、そういう約束事は契約書に全部書いてもらう。口頭だったらもうないようなもんだから。確かに。そう。いや全部書いてもらう。そう、未払いがじゃあ2ヶ月以上続いた場合は、こういう、例えば、どうにしてほしいとか、例えばじゃあもう税金を完全にクラブで払うように、当たり前なんだけど、それをしないことも、されないこともあったから、それも書いてもらったりとか、で、家も、じゃあチームが提供しますってなった時に、蓋を開けてみれば、言ってた家と違う家を提供しようとしたこともあったから、もうそこもどこどこアパートの何階以上の家をちゃんと指定するとか、全部書いてもらう。
それぐらい細かくしないと約束守ってくんないんだ。あっちは守る気あるかもしれないけど、俺がいろんなミスをしてるから、それをしたくないから、そこは書いてもらってる。なるほど。なんか結構幅がある話だったな。簡単に言うと、母ちゃんの話からお金の話でしょ。繋がってんじゃん、めっちゃ。あ、これ繋がってんの？イコールだよ。俺のお母さんイコールお金だから。あれ、今ってもう普通に実家で泊まってんだっけ？そうだよ。今実家。でもこれからトレーニング始めるから、そうしたらホテルに泊まることが多くなるかもね。都内のね。やる？一緒に。絶対嫌。一回別にいいじゃん。プロ選手と同じトレーニングなんて絶対嫌。見に来るだけでも来るやん。ああ、それは面白いかもね。でも絶対ジャージとか持っていかないよ。もう絶対すいません、今日は動けないですっていう状態にするからね。いや別に変になんか入ってきて、お茶だけてるぐらいだったら、もう黙って見ておいてもらった方がいいわ。参加しないでね。遠くからね。そう、なんか変にやって、疲れたみたいな雰囲気だったら、もう邪魔だから、別にできなくても一生懸命ついてこうとするんだったらいいけど、なんかできないことをなんかこう、ね、なんかこう、ネタにして、笑いに変えようとするやつは来なくていいから。バカかも。やるときには一生懸命で。それでは、今日はこの辺でクラウド3を終わりにしたいと思います。クラウド3は Twitter をやっているので、ぜひチェックしていただけてありがたいです。DM もいつでもお待ちしております。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございました。お母さんありがとう。